皆さんこんにちは、山上アリシャです。突然なんですけど、証明写真撮ったことありますか？パスポートとか、履歴書とか、あと今回私証明写真撮らなきゃいけない理由は運転免許証なんですよ。更新があるので新しい写真を撮って持っていきたいので、そういう証明写真とかって結構長いこと使われるじゃないですか。パスポートとか免許とかだったら5年とか10年とかなので、私もねやっぱり可愛いやつを撮りたかったので、いろいろとねポイントがあったので、その漏れ方を今回は紹介していきたいと思います。まずはメイクからお話ししていきたいと思います。はい。で、ポイントとしては濃いメイクより立体感を出すメイクが大事だと思います。で、ハイライトはね割と控えめでいいと思うんですけど、シェーディングなので、こういうここだったりとか、ここ生え際のところとかもちゃんとシェーディング入れることです。でね、いつもはねあんまり入れないんだけど、ノーズシャドウも私はちょっとだけ入れました。で、鼻の筋のところにもハイライトを入れたりとか、いつものところにもちゃんとハイライトを入れています。そして次のポイントが、アイメイクは本当にシンプルでカラーメイクをしてません。今回はブラウンを使いました。で、ブラウンって言ってもベージュ寄りというか、もうほとんどつけてないぐらいですね。目もパッチリするようにアイラインはもうほとんど引いてないの。インラインだけスッと目のところだけに入れて、上からはもうゼロです。マスカラもしっかりと塗って、ちゃんとコームしてバサバサにはならないように塗りました。結構シンプルだけどパチッとしている感じのメイクにしました。はい、メイクはそんな感じです。涙袋も描いていいんだけど、グリッターとか粒の大きいラメとかじゃなくて、ハイライトを入れてあげる方がよりナチュラルに綺麗に見えると思います。結構ね、ラメとかだったらねゴミがついてるよみたいに見えちゃったりとかするので、ラメよりもハイライトを入れることをおすすめします。で、リップの色はあまり強くないように薄いピンク。メイクに関しては時代を感じないように、もうできる限りもうシンプルで、もう素材を生かすというか、もう自分の顔に合ったようなメイクをするのが一番いいのかなと思います。そして髪の毛もね、ほんとシンプルで自分のナチュラルの髪の毛に近いというか、もう私の場合ねストレートというか、もうあえてね巻き巻きにしないようにしました。こういうコームとかを持ってね、取る前にちゃんと整えてあげた方が綺麗に見えるので、こういうねブラシとかコームはあると便利だと思います。そしてお洋服って結構首元が開いてて白を着ていく人が多いと思うんですけど、でね、首元開いてるのはねすごくいいと思うんですけど、問題は白ですビューティー系の CM 監督をやったことがある人に聞いたことがあるんですけど、肌を明るく白く見せたいんだったら白じゃなくて違う色の方がいいよって言われたことがあって、私も最初は白の方が自分の肌も白く見えるのかなって思ってたんですけど、あえてネイビーとか黒とかの方がそれで映えてより白く見えるよって言われて、スキンケアの広告とかも割とネイビーとか青とかの色を使われてることが多いと思うんですけど、それもねそういう意味なのかなとか思ったりで、撮る準備満タンになったら、ね、証明写真のボックスに行ってください。まず最初にするのはカメラを拭いてくださいやっぱりいろんな人がね使ってるから、頭ゴーンってして油がついてたりとか、服がかすれて汚れちゃったりとかしてる可能性もあるので、きちんとカメラのところは拭いてあげてください。で、座った時もちゃんとね、こういう目線のやつあるじゃんそこにちゃんと自分の目が合うように椅子をめんどくさがらずちゃんと調整してください。で、座ったらぐんと背筋を伸ばして肩甲骨を寄せるように座ります。そしてそれだけでも結構印象変わるんじゃない？こういう猫背っていうよりもこう、それでね、よく顎を引くっていうじゃないですか。顎を引くだけでもいいんですけど、それだと結構顎を引くことを集中しすぎて二重顎になったりとかするんですよ。こうやってね、それ可愛くないでしょだからその時はちょっとだけおでこを出すイメージで顎をちょびっとだけ引いてあげるといいバランスが取れるんじゃないかな。そして最後は
じゃーん、スケッチブックです。スケッチブックを何に使うかというと、レフ板代わりで撮影とかでもねあるんですけど、ライティングの人がいないので自分がライティングマンだと思ってスケッチブックを広げて、このままでもいいんだけど、私のおすすめは2つページを使うことです。これをね自分の方に向けてください。これがないとき、そしてこれがあるとき、これのね角度をこう自分にちょびっとだけ向けてください。読んでる感じこれだけだったら自分の顎を当ててるだけになるので、ちょっとだけ自分の方に傾けます。顔がパッと明るくなるので、これはおすすめです。白いハンカチとかでも代用できます。それをね全部やった結果がこちらです結構いいんじゃないこれでせっかくなのでね、私が今まで言ったポイントを全て真逆にしてきた写真がこちら最悪じゃないってか、もうツッコミどころが多すぎて困るんだけどこの2つを比べてみると、お洋服とかもねやっぱり季節感があんまり出ない方がいいと思います。こっちの悪い方はやっぱメイクもね、カラーメイクで私今回ピンクメイクをしたんですけど、もうなんか気合い入れすぎてもうすごいことになっちゃってるし、あとねアイラインも囲んじゃうと目がよりちっちゃく見えちゃうというか、なので皆様こっちになれるようにこのポイントをね参考にして撮っていただけるといいなと思います。皆さんも証明写真を撮るときはぜひご参考にしていただけると嬉しいです。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。